回は約1ヶ月ぶりのキャンプなので、どうしても焚き火がしたくなったので、久しぶりに仕事終わりに徒歩キャンプに向かっています。目指すは静岡県浜松市の渚園、愛知県の豊橋駅で浜松行きに乗り換えます。エスカレーターを逆走しかけるという凡ミスもありましたが、無事電車に乗れました。いつもなら電車内に徒歩キャンっぽい人がいるんですが、今回はいなかったので、平日だからキャンプ場ガラガラかなと、もしかしたらまたカンソロかなと、ちょっとワクワクしながら向かいます。弁天島駅に到着。ここから渚園まで歩いて15分程度。荷物が重いので真夏に歩くと汗だくになりますが、秋だとウォーキング気分でキャンプ場に向かえます。渚園は浜名湖に囲まれているので強風率が高め。この日は強風がすごくて髪の毛で前が見えないぐらい。久しぶりの焚き火難しそうかな。まずは水を入れに行きます。なんともね、炊事が来ると遠くて大変なので、さてどこにテント張ろう。今日平日だけど結構混んでますね。値札つけたまま。無事テント立ちました。今日はワークマンのテントで、今日使うの2回目かな。ちゃんと立ちました。よかった。風がひどくて立てるの大変だったのと、ペグがね、付属の細いやつしか持ってきてないから、意外とこれが大変でした。芝生でもね、意外と地面硬かったです。なくしたと思ってた OD 缶の蓋見つかりました。よかった。これで空気が入るので放置します。こんにちは、まるみです。今日は仕事終わりに
どうしても焚き火がしたくて、そのまま徒歩キャンプに来たんですが、風がね、すごくて、ちょっと今日焚き火できるかなっていう感じです。とりあえず、テントもね、立て終わったので、今からコーヒータイムに入ります。さっき蓋見つかってよかったです。今日持ってきた調理器具はシェラカップとドリッパーとバーナーと、これバーナーをこけないように固定するやつと、コーヒーミルとメスティンで、メスティンの中は箸とスプーンと夜のお楽しみとまな板と網です。結構綺麗にパッティングできたと思います。あとはね、焚き火料理する予定だからスキレット持ってきたけど、焚き火は際どそうです。あとはマッチとシザーナイフです。コーヒー飲もう。違った、こっちだった。今のうちに夕飯のご飯の準備だけしてきます。給水させとこう。いただきます。おはようございます。結構1時間ぐらいかな、のんびり寝てました。いや、せっかくキャンプ来て昼寝ってもったいないなとも思うんだけど、逆に世界で一番贅沢な昼寝の仕方な気がして、半分外で寝れるって幸せです。ちょっとね、風が止んできたからどうしよう、薪買いに行こうかな。一応ね、薪は夜9時まで買いに行けるみたいなんで、ちょっと様子を見ます。
結局焚き火したくなっちゃった。炊けたかな。お、大丈夫そう。つやつや。ちょっとじゃあこのまま蒸らします。焚き火になるのを待ってます。なかなか難しそう。今日はペッパーライス、ペッパーランチを作るんですが、本当は焚き火の上で油ひいてご飯のせてお肉のせてってやった方がいいんだけど、ちょっとね火なかなか収まらないので、ここに準備だけしときます。素材的に油なしでいけそうだから、このまま盛っちゃう。ご飯飯盒なのに、飯盒ってこんなにあったっけ。お米真ん中に丸くして、あれお肉多すぎたか。もういいや、手で触ろう。バターちょっと溶けかかっちゃってる。もういいんじゃない。これで炒めます。なかなか温まらないな。料理は火がボーボーの時よりもこういうおき火の方がいいってネットに書いてあったんだけど、火力こんなで大丈夫なのかな。キャンプもう3年半ぐらいやってるのに、未だに焚き火のシステムがねよく分かってないんですよね。網で焼くとかだったらおき火の方がいいだろうけど、こういう料理の時は普通に火出しちゃっていいのかな。ちょっと炎を出すことにします。
落ちた。今こそグリドル風が欲しい。グリドル風持ってこればよかった。なかなか火通んないね。肉の生焼け怖いから結局バーナーで作ります。こっちのがね火の通り確実だし、せっかくね楽しいキャンプお腹壊しても嫌だしね。ペッパーライスのレシピ調べたら、お肉はお肉で炒めるよりも混ぜながら炒めた方が肉汁のうまみがご飯にも伝わっていいって書いてあったから混ぜたんだけど、混ぜるとね火通すのがこういうちっちゃいスキレットとかだと結構難しい。お肉はお肉で炒めればよかったな。なかなか火が全体に入らない。あとご飯がねポロポロ落ちまくる、この狭さだと。火が通ったら焼肉のタレで混ぜる。コーンの残骸たちが入れてあげよう、仲間に。でブラックペッパーはもうお好みで好きなだけかけます。嘘でしょ。ちょっとちょっと待って、なんで蓋緩んどった？最悪。こんなコントみたいなことある？うわ、ちょっとこの辺は食べるのやめときます。もったいな。なんか一気にテンション下がりました。しかもなんかこれ炒める前の方が見た目美味しそうだし、焚き火鎮火してるし。ドレッシングはアウトドアスパイス。ニュー箸。ユンジャックから新しくね発売するお箸で、金属なんだけど引っこ抜くとね木が出てくるお箸。木の箸だとね料理する時にカツカツならないから、これめっちゃいいなと思って。だけど今日炒め物結局スプーンでやっちゃった。今後愛用します。いただきます。サラダから。美味しい。続いてブラックペッパーかけすぎたペッパーライス、いただきます。おいしいおいしい。全然ね、これ美味しいんだけど、ブラックペッパーあんまかけてないとこが一番美味しい。サクッと着火。忘れてた。やっぱりね、キャンプ来たら飲みたいよね。最近車中泊とかお酒忘れたりで飲めなかったから。乾杯。うまっ。なんかジュースみたい。ごちそうさまでした。辛かったけど美味しかったです。さてと、この胡椒を片付けるか。洗い物は基本的にウエッティで拭いて終わらせます。結局家で洗うのが一番綺麗に洗えるし。
久しぶりの燻製作り。いや、全部使っちゃおう。サービス。縦にしとこう。溶けた時のために。オッケー。まだか。やり直し。お、一気にいぶされた。美味しそう。チーズはみ出ちゃってる。かわいい。息してるみたい。晩酌タイム。美味しそう。そしてじゃん、そろそろ冬が始まるみたいです。いただきます。美味しい。めっちゃ燻製美味しい。チーズがねこびりついて取れなくなっちゃった。多分溶けて固まっちゃったんかな。前もチーズこうなっちゃったからチーズの燻製だけうまくいかない。今テントに入りました。今日はね久しぶりにソロキャンプできて楽しかったです。風もね強くて焚き火無理かなって思ったんだけど、時間がね夜遅くなるにつれてほぼ無風になってきたので焚き火をのんびり楽しめました。なのでもう満足です。今気温は全然ねあったかいなんで夜寝るとき寒いかなって思ったけど、全然この格好で眠れそうです。ではおやすみなさい。おはようございます。向かい側のグループがもう夜中もずっと喋ってて、今朝6時なのにずっと声が聞こえて全然寝れない。ほんとストレス。ギャーギャー騒ぐのも困るけどずっ
大声で喋られるのもめっちゃ困る。なんかせめて11時ぐらいになったら静かになってほしいし、朝も7時ぐらいまではちょっと静かにしといてほしい。本当はメスティーで朝ごはん作ろうと思ったけど、燻製でかなり汚いから白カップ使います。最悪、カメラ倒した。この掃除したくないんだけど、嘘でしょ。朝ごはんがなくなりました。つら。コーヒーだけでも飲んで帰ります。ごちそうさまでした。暑くなってきたし、そろそろ帰ります。強風にこのペグ耐えてくれましたが曲がりましたね。ペグダウンした時に曲がったみたい。撤収完了です。
今駅に着いたのでこれから帰ります。久しぶりのキャンプすごい楽しかったんですが、料理がね、夕食も朝食もいろいろとやらかして壊滅的でしたが、それもいい思い出です。あとはね、ちょっと人の声でね、なかなか眠れなかったので、次からはね、キャンプに耳栓を持っていこうと思います。でも焚き火もできたし楽しかったです。では今日はこれで帰ります。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ツイッターとインスタグラムもやってるよ。